今回からフュージョンページについて解説します。フュージョンページではエディットページより約10倍以上できることがあります。私も全てを理解しているわけではありません。知っていたら編集に役立つような内容をお届けします。まずエディットページからフュージョンページへの移動方法について解説します。移動方法は3つあり、1つ目はフュージョンコンポジションからフュージョンへ移動するケース。2つ目はタイムラインに配置したクリップ、メディアから直接フュージョンへ移動するケース。3つ目はタイムラインに配置したクリップ、メディアを新規フュージョンクリップへ変換し、フュージョンへ移動するケースになります。それぞれ何をしたいかにより移動方法が異なります。まず1つ目のフュージョンコンポジションからフュージョンへ移行とは、エフェクト一覧からフュージョンコンポジションをタイムラインへドラッグ、またはシフトスペースキーでエフェクト検索画面を表示し、フュージョンコンポジションを入力、選択してタイムラインへ配置します。次にフュージョンコンポジションを選択し、右クリック、フュージョンページで開くを選択するとフュージョンページへ移動します。移動するとまっさらな何もない状態からスタートになります。メディアアウトのみとなり、まずご自身で加工したい映像、画像などのメディアをメディアプールからドラッグし、メディアアウトに接続してスタートになります。またはテキストプラス背景などメディアをここからドラッグし、メディアアウトに接続し、スタートになります。この移動方法は一から何もない状態から編集したいときに使います。2つ目のタイムラインに配置したクリップ、メディアから直接フュージョンへ移行とは、メディアを選択し、右クリック、フュージョンページで開くを選択するとフュージョンページへ移動します。選択したクリップ、メディアがメディアイン1として配置され、メディアアウトと接続された状態でスタートとなります。この移行方法はタイムラインに配置したクリップ1つに直接エフェクトを加えたいときなどに使用します。3つ目のタイムラインに配置したクリップ、メディアを新規フュージョンクリップへ変換してフュージョンへ移行とは、フュージョンに持ち込みたいメディアを選択し、右クリック、新規フュージョン、を選択すると、メディアはフュージョン専用の独立したクリップに置き換わり、メディアプールにフュージョンクリップ1として親クリップが生成されます。置き換わったクリップを選択し、右クリック、フュージョンページで開くを選択するとフュージョンページへ移動します。新規フュージョンクリップがメディアイン1として配置され、メディアアウトと接続された状態でスタートとなります。この方法が特徴的なのは複数のメディアを選択できる点にあります。トラック1にビーチのイラスト、トラック2にキャラクターの画像を配置してあります。2つのクリップ両方とも選択し、右クリック、新規フュージョン、を選択すると、メディアはフュージョン専用の独立したクリップとして1つに置き換わり、メディアプールにフュージョンクリップ1として親クリップが生成されます。置き換わったクリップを選択し、右クリック、フュージョンページで開くを選択してフュージョンページへ移行します。フュージョンページへ移行すると、すでに2つのクリップが合成された状態からのスタートとなります。この移行方法はタイムラインに配置したクリップ複数にエフェクトを加えたいときに使います。テキストプラスなどクリップをタイムラインに配置し、インスペクタのフュージョンアイコンからフュージョンへ移行するのは、タイムラインに配置したクリップ、メディアから直接フュージョンへ移動と同じになります。これをノードと呼びます。このノードを組み立てるにあたり、基本的なルールを解説します。このノードは大分類としてメディア、エフェクト、マージの3つに分類されます。まずメディアとは生成系のもので、映像、画像、テキスト、背景などになります。次のエフェクトとは生成系のメディアにある種の効果を加えるものになり、例えばメディアのサイズ、位置を調整する変形、メディアの色味を調整するカラーコレクター、メディアにぼかす効果を加えるブラーなどがあります。このエフェクトはすべて映像、画像、テキスト、背景などのメディアがないと使うことはできません。最後のマージは映像、画像、テキスト、背景などメディアとメディアを合成するものになります。このノードを構成する順番は、一番最初に映像、画像、テキスト、背景などの生成系のメディアとなり、次に生成系のメディアにある種の効果を加えるエフェクトとなります。
メディアとメディアを合成する場合はマージノードを使い、最後にメディアアウトに接続することでエディットページで映像が映し出されます。一番最初に生成系のメディアがないと、例えば一番最初にエフェクト変形からメディアアウトに接続すると、ビューアーには何も映らず、エディットページでも同じです。ノード構成の一番最初は生成系のメディアがないと始まらないと理解してください。今回は1から何もない状態で編集する想定でフュージョンコンポジションからフュージョンへ移行します。シフトスペースキーからフュージョンコンポジションを配置します。このフュージョンコンポジション、右クリックからクリップの長さを変更を選択すると、デフォルトでは5秒の長さになっているのが確認できます。今回はこの5秒のまま右クリック、フュージョンページで開くからフュージョンへ移行します。すでにテキストプラスノードを配置してインスペクタのパラメータサイズで1秒かけてテキスト文字が出現するアニメーションを設定してあります。まずフュージョンページの各 UI について簡単に説明します。左上からこのメディアプールをクリックするとメディアプールを表示・非表示することができます。エディットページで見ているメディアプールと全く同じになります。隣のエフェクトをクリックするとエフェクト一覧を表示・非表示することができます。ここから選択してノードエリアへドラッグで配置、またはシフトスペースキーでエフェクト検索画面を表示し、エフェクト名を入力からもノードエリアへエフェクトを配置することができます。隣のクリップをクリックすると画面下にタイムラインに配置してあるクリップを表示・非表示にすることができます。隣のノードをクリックすると下のノードエリア、ノードを配置して作業する領域になりますが、その領域を表示・非表示にすることができます。右の方のスプラインをクリックするとキーフレームをつけたノードのアニメーションの動きを確認・調整することができます。表示されてない場合はキーフレームをつけたノードの名前にチェックすると表示されます。この端をドラッグすることで表示領域を大きく小さくすることができます。バージョン21からの新機能でこのアイコンをクリックするとフロートウィンドウが展開し大きな画面で調整することができます。左上のバッテンで閉じることができます。このアイコン、ウィンドウに合わせるをクリックするとスプラインが最適値で表示されます。この点がキーフレームになります。キーフレームをクリックで選択し、上下にドラッグでキーフレームの値を調整することができ、左右にドラッグでキーフレームの間隔を調整することができます。ビューアー下のフレームに表示されている白い線、これがキーフレームのフレーム値になりますが、連動しているのが確認できます。また、カンマピリオドキーで1フレーム単位でキーフレームの間隔を調整することもできます。このようにドラッグすると2点のキーフレームをまとめて選択することができます。また、このアイコンすべて選択をクリックすることでもスプライン上にあるキーフレームを一括で選択することができます。2点のキーフレームを選択した状態で下にあるアイコンスムースをクリックすることでアニメーションの動きにイーズイン&アウトの緩急をつけることができます。このハンドルをドラッグすることでアニメーションの動きをさらに調整することも可能です。隣のキーフレームをクリックするとキーフレームのフレーム値を確認・調整することができます。キーフレームもバージョン21からの新機能でこのアイコンをクリックするとフロートウィンドウが展開し大きな画面で調整することができます。左上のバッテンで閉じることができます。この端をドラッグすることで表示領域を大きく小さく調整することができます。このアイコンウィンドウに合わせるをクリックすると最適値で表示されます。この白い縦線がキーフレームのフレーム値になります。ここをクリックすると下段に表示されより見やすくなります。キーフレームをクリックで選択し、選択されると黄色に変わります。左右にドラッグでキーフレームの間隔を調整することができます。ビューアー下のフレームに表示されている白い縦線、これがキーフレームのフレーム値になりますが、連動しているのが確認できます。また、キーフレームを選択し、カンマ、ピリオドキーで1フレーム単位でキーフレームの間隔を調整することも可能です。このキーフレームの表示は上からテキスト、メディアアウトとノードエリアに配置したノードすべてが表示されます。見づらいので右上の角にある点々点をクリックします。この選択したツールのみを表示をクリックするとノードエリアで選択されているクリップ、
テキストのみ表示されるようになります。上のキーフレームの文字をクリックで閉じることができます。メタデータをクリックすると素材、メディアの情報を確認することができます。インスペクターをクリックすると各種エフェクトの調整可能なパラメータを表示、非表示にすることができます。ビュー案下にある各種アイコンは Fusion でよく使うノードがあらかじめ配置されております。ここにあるノードはほんの一部で、最初に紹介した上のエフェクト一覧には250種類以上のノードが格納されております。ビューアー上にあるこのアイコンをクリックで1画面、2画面表示の切り替えができます。ビューアーの拡大縮小は左上のここをクリックで展開し、パーセンテージを選択。元に戻す場合は Fit を選択します。または Mac の場合はコマンドキー、Windows の場合はコントロールキーを押しながらマウスホイールを回転で拡大縮小させることができます。またマウスホイールを押し込んだ状態で上下左右に動かすと、ビューアーの位置を調整することも可能です。元に戻す場合は Mac の場合コマンド F、Windows の場合はコントロール F になります。下のノードエリアの拡大縮小はビューアーと同様で Mac の場合はコマンドキー、Windows の場合はコントロールキーを押しながらマウスホイールを回転で拡大縮小させることができます。またマウスホイールを押し込んだ状態で上下左右に動かすとノードエリアの位置を調整することが可能です。ビューアーの再生停止はエディットページと同じでスペースキーで再生停止、または JKL キーで逆再生停止再生が可能です。ここに表示されている数字はフレーム数となります。左下に書かれているフレーム値0フレームから149フレームはデフォルトの5秒で作成したフュージョンコンボジションの長さを表示しています。このプロジェクトタイムライン設定のフレームレートは30です。30フレームで1秒の長さになるので5秒の0フレームから149フレームで表示されております。この赤い縦線が今ビューアーで表示されているフレーム値になります。ドラッグで動かすこともできます。ビューアー右下にあるここの数値と連動しています。両端にあるこの黄色い縦線をドラッグで範囲を選択。このループアイコンが赤く有効だとこの範囲でリピート再生が可能です。アニメーションの間隔、タイミングなど確認するのにとても有効です。黄色の縦線は少々選択しづらいので、この数値の箇所で左クリックして左右にドラッグでも動かすことができます。次は実際にノードを配置します。ビューアー下にあるアイコン、一番左にある背景を左クリックしたままノードエリアへドラッグします。配置したら背景の四角の出口からメディアアウトの三角の入り口へ線を接続します。この線のことをパイプと呼びます。パイプを接続することで背景ノードの情報が最終的な出口であるメディアアウトノードへ流れます。次はメディアアウトノードを左クリックで選択し、クリックで押し込んだ状態のままビューアーへドラッグします。最終的な出口の映像、メディアアウトノードが映し出されます。ビューアー上のアイコンをクリックし、2画面表示にします。背景ノードを左クリックで選択し、クリックで押し込んだ状態のまま左のビューアーへドラッグします。背景ノードが映し出されます。共にノードの下に白い点が表示され、背景は左に、メディアアウトは右に点がついております。これは背景ノードは左のビューアーへ、最終的な出口の映像、メディアアウトノードは右のビューアーへ映し出されていることを意味します。この背景ノード、このアイコンが一番手前に表示されている通り、Fusion で最も使われるノードになります。詳しくパラメータを説明します。背景ノードをクリックで選択します。デフォルトのカラーは単色で黒色の背景となっています。インスペクターにあるこの箇所をクリックするとカラーパネルが表示され、好きなカラーを選択することができます。イメージを選択します。幅、高さの数値、幅が1920、高さが1080と、今回のプロジェクトタイムライン解像度と同じであることが確認できます。また、ビューアーを縮小すると、今選択しているノードの解像度を確認することができます。この自動解像度のチェックを外すと、幅高さの値を自由に変更することができます。カラーに戻ります。今回はこの種類を単色からグラデーションへ変更します。デフォルトでは黒から白へ移り変わるグラデーションとなっています。左の三角をクリックして好みのカラーを選択。右の三角をクリックして好みのカラーを選択します。
インスペクタの開始点、終了点 XY でグラデーションのかかり具合の調整が可能です。ビューアー上でこの線の開始点を直接ドラッグでもグラデーションのかかり具合の調整が可能です。インスペクタの開始終了の値と連動しております。またこの箇所でクリックし三角を追加してさらに色味を追加することも可能です。三角を選択しバックキーで削除ができます。このグラデーションは1回のみのグラデーションの変化を行っております。インスペクタにあるパラメータリピートがデフォルトではワンス1回のみに設定されているからです。隣のリピートへ変更し、ビューアー上でこの線を短くするとしましま模様にすることができます。また隣のピンポンにするとこのようなしましま模様にすることができます。デフォルトのワンスへ戻します。ここでエディットページではできないフュージョンならではのパラメータを紹介します。インスペクタにあるグラデーションの終了点、終了の文字の上で右クリック、モディファイヤーからパターブを選択します。再生します。イレイラーとランダムにグラデーションの終了点をアニメーションさせることができます。先ほどのしましま模様も同様にグラデーションの終了点にパターブを設定すればアニメーションをつけることができます。開始点にも設定することは可能ですが、今回は終了点のみにします。このパターブとはキーフレームを一切打つことなく、ランダムな揺れや不規則な動きを自動で追加できる強力な機能となります。この動きを調整するには、インスペクタ上のモディファイヤーを選択します。スケール XY で横の動きの振れ幅、縦の動きの振れ幅を調整することができます。また強度速度でもアニメーションの動きを調整することができます。エディットページに戻り、クリップを延長してもパターブで設定した動きは延長します。パワービンに保存ができ、他のプロジェクトでも使い回しすることが可能です。自分だけの動くオリジナル背景を作ることができます。モディファイヤー左にあるツールを選択すると元のインスペクタ画面に戻り、パターブを設定したパラメータ終了の文字の上で右クリック、パターブ位置を削除を選択すると設定を取り消しすることができます。この背景ノードは背景を作ることができるノードになりますが、このノードにはもう一つ大切な使い道があります。それは解像度の変更を調整するエフェクトとして使えます。フュージョンに素材、メディアを持ち込むと、プロジェクトタイムライン解像度の設定を無視してそのままの解像度で表示されます。例としてこのダヴィンチのアイコンをノードエリアにドラッグします。メディアアウトと接続し、ダヴィンチのアイコンを左のビューアーへ、メディアアウトを右のビューアーへ移します。ビューアーのサイズを縮小すると入り口も出口も素材そのままの解像度で表示されてしまいます。ここで一度ダヴィンチのアイコンの接続を解除し、最初に背景ノードを配置し、メディアアウトへ接続します。次にダヴィンチのアイコンを合成します。合成するのに必要なこのアイコン、マージノードをノードエリアへドラッグします。マージノードを左クリックで選択した状態でシフトキーを押しながらパイプの上に移動し、黄色と青色に変化したら左クリックを離すとパイプに接続することができます。シフトキーを押しながらドラッグすることでパイプから接続を解除することもできます。また接続します。次はダヴィンチアイコン、四角の出口からマージノードの緑色の三角へ接続すると合成されます。ビューアーで確認するとダヴィンチのアイコンは元の素材の解像度、メディアアウト、最終的な出口は今回のプロジェクトタイムライン設定の1920、1080の解像度に調整することができます。これがフュージョンの特性で、フュージョンコンポジションからフュージョンへ移行した場合、ノード構成の一番最初に背景ノードを配置することで解像度の違うメディアを合成してもプロジェクトタイムライン解像度に合わせることができます。黒の背景色は不要なので背景ノードを選択し、インスペクタで不透明度を0へ変更します。この背景がチェッカーボードで表示されていることは背景が透明であることを意味しております。この調整はノード構成の一番最初に背景を接続し、また
その背景カラーを α0 で透明にしたことで、プロジェクトタイムライン解像度に合わせた作業するための透明なキャンバス、土台が作られたというイメージになります。背景のインスペクタイメージで、この自動解像度のチェックを外し、幅高さのスライダーで解像度を自由に変更することも可能です。このノード構成の一番最初に透明な背景を接続し、解像度を調整することはよく行う作業なので、私は背景のデフォルト値を変更しています。参考までに紹介します。背景は黒色の背景がデフォルトになっております。α を0にして透明な背景にします。背景ノードを右クリック、設定からデフォルトに保存を選択します。次からドラッグすると透明な背景がデフォルトで設定されます。解除する場合は背景ノードを右クリック、設定からデフォルトにリセットを選択してください。今回は色付きの背景で解説を続けます。次はテキストプラスを合成します。この T と書かれたアイコンがテキストプラスになります。ノードエリアにドラッグします。また合成するのに必要なこのアイコン、マージをノードエリアへドラッグします。マージノードを左クリックで選択した状態でシフトキーを押しながらパイプの上に移動し、黄色と青に変化したら左クリックを離すとパイプに接続することができます。次はテキストプラスノードの出口四角からマージノードの緑の入り口へ接続すると合成されます。一度マージノードとテキストプラスノードの接続を解除します。このパイプの上にカーソルを移動すると黄色と青に変化するのでクリックすると解除できます。マージノードには緑色の入り口の三角と黄色色の入り口の三角があります。それぞれ三角の上にマウスポインターを移動すると緑色の入り口の三角が前景、黄色の入り口の三角が背景と表示されます。フュージョンではこのマージ合成ノードの緑色の入り口の三角に接続したものが上に表示され、黄色の入り口の三角に接続したものが下に表示されます。次は早く合成させる方法について説明します。マージノード2を削除します。テキストプラスノードの出口からマージノード1の出口に直接接続すると、マージノード2が自動で接続され合成することができます。これより早い方法もあります。テキストプラスとマージノード2を削除します。マージノード1を選択し、テキストプラスのノードをクリックします。一度ノードエリアにテキストプラスノードを配置しなくても、マージノード2が自動で接続され、テキストプラスノードを合成することができます。この接続方法は選択しているノードの次へクリックしたノードが接続されます。結果はどれも同じです。やりやすい方法で接続してください。現在、グラデーション背景、ダヴィンチのアイコン、テキスト文字、3つのメディアが合成されています。各メディアは最背面、一番下にグラデーション背景、真ん中にダヴィンチのアイコン、最前面、一番上にテキスト文字が合成されています。このグラデーション背景のノードを外して最前面、一番上に合成してみます。最背面、一番下に透明な背景を接続します。ダヴィンチのロゴ、テキスト文字はグラデーション背景の下になり見えなくなってしまいます。マージのブレンドでスライダーを下げると背景カラーが薄くなり、下にダヴィンチのアイコン、テキスト文字があることが確認できます。元に戻します。次はダヴィンチのアイコンのサイズを調整します。アイコンノードを選択し、この変形をクリックします。自動でダヴィンチのアイコンのノードの次に変形ノード1が追加されます。この変形ノードは素材メディアの位置、サイズ、角度などを調整できるエフェクトになります。今回はサイズを少し小さくします。次はテキスト文字のサイズと位置を調整します。テキストプラスのレイアウトからセンターで位置、サイズで大きさの調整はできますが、今回はあえて変形ノードを追加して調整します。結果はどちらでも同じです。テキストプラスノードを選択し、この変形をクリックします。テキストプラスノードの次に変形ノード2が接続されます。少し下に移動し、サイズを小さくします。最後にダヴィンチのアイコンとテキスト文字2つまとめてアニメーションを加えます。マージ2を選択し、上の変形をクリックします。
変形ノード3が接続されます。変形ノード3を選択し、サイズにアニメーションを加えます。サイズのスライダーを動かすと背景も含めて拡大縮小されてしまいます。これはこの位置に変形ノードを接続すると、一番下にあるグラデーション背景、真ん中のダヴィンチのアイコン、一番上にあるテキスト文字、すべてをまとめて変形させてしまいます。変形ノード3は削除します。改善するには、まずグラデーション背景の接続を解除します。新たな背景ノードを配置して、マージ1へ接続し、アルファを0にして透明背景にします。これで透明な背景、キャンバスの上にダヴィンチのアイコンとテキスト文字が合成された状態になります。マージ2の四角の出口からグラデーション背景の四角の出口へ接続、マージ3で合成されます。次にグラデーション背景をメディアアウトに接続します。このマージ2とマージ3の間に変形ノードを接続します。マージ2を選択し、変形のアイコンをクリックします。マージ2の次に変形ノードが接続されます。サイズのスライダーを動かすと、ダヴィンチのアイコンとテキスト文字だけ拡大縮小させることができました。これは上のグループ、透明なキャンバスに合成されたダヴィンチのアイコンとテキスト文字と、下のグループ、グラデーション背景とメディアアウトを別々のグループに分けて合成したことで、上のグループ、透明なキャンバスに合成されたダヴィンチのアイコンとテキスト文字だけを変形ノードで調整できるようになったということになります。フレーム30に再生ヘッドを移動し、サイズへキーフレームを設定します。フレーム0に再生ヘッドを移動し、サイズを0にします。動きに緩急を加えます。スプラインを表示してキーフレームをつけた変形3をチェックします。ウィンドウに合わせるアイコンをクリック。すべて選択アイコンをクリックし、2点のキーフレームを選択。スムースアイコンをクリックします。今回は少し跳ね上がって元に戻るような動きにしたいので、このハンドルを若干上に伸ばします。最後にアニメーションを加えた変形ノードの設定からモーションブラーへチェックします。より自然な動きにすることができました。次はダヴィンチのアイコンとテキスト文字に回転を加えます。回転を加えるにはエフェクト DVE を使います。この DVE は 2D の画像やテキスト文字などのメディアに 3D 空間のような奥行きのある回転アニメーションを加えることができます。変形3を選択し、このエフェクトはビューアー下のアイコンにはないので、シフトスペースキーでエフェクト検索画面を表示し、DVE と入力します。DVE を選択し、エンターキーで変形3の次に接続することができます。インスペクターの回転 Y、縦軸にキーフレームを設定します。再生ヘッドを30フレームに移動し、回転 Y、縦軸にキーフレームを設定。再生ヘッドを0フレームに移動し、回転 Y、縦軸の値をマイナス360と入力します。このフュージョンページはできることがたくさんあり、敬遠されがちですが、理解が深まれば最強のツールになります。焦らず進めてください。